太いタイヤ、かっこいい。ガーッと進むとで自動で生きるか死ぬかみたいなことから家に帰ってきて外にやっぱり出たいって思う。そこにバギーがあったり車があるっていうのは本当に第一歩になる。車からコンセント挿すだけで手軽に長時間取れるっていうのは本当に魅力的でした。国際福祉機器店に今年もやってきました。相変わらず人すごいですよね。去年より増えてるような気がしますけども、こちらがトヨタブースです。福祉をテーマにした最新機器を出展する国際福祉機器展。今回は国内外400を超える企業や団体が参加し、トヨタのブースもこの通り大盛況です。やっぱりこれね、全ての生きたいを叶えていきたい。はい、トヨタは福祉機器に関しても開発研究を進めているんですね。全ての生きたいを叶えていきたい。このスローガンのもと、トヨタは福祉の領域でもさまざまな開発を進めています。早速すでに実用化されている製品から見ていきましょう。ウェルキャブ、ウェルキャブいきますよ。車椅子を楽に出し入れできるスロープ付きの福祉車両ウェルキャブ。注目は新たに追加されたこのスロープ。従来のものに比べるとこんなにコンパクトになりました。縦列駐車で例えば車に後ろの方、止められた場合でもこちらのタイプ3ですと乗せ下ろししていただくことができます。なるほどね。次は車椅子を車に簡単に固定することができるワンタッチ固定装置。このアンカーバーをですね、トヨタイムズニュースでも以前取材しましたが、さらに進化しているそうなんです。単純にまっすぐ進むと固定ができます。ガーッと進んでいってで自動でロック。ボタン押してないどこも。これまでは車椅子のアンカーバーを床のフックに引っ掛けてからロックのスイッチを押す必要がありました。それがまっすぐ前に進むだけでスイッチを押さずに自動でロックされるようになったんです。上りなんで、片手離しちゃうと危ないじゃないですか、スイッチを押すときに、でそうならないようにもう行ったら自動でロックがかかるようになってます。なるほどね。これだったら危険でもないし、その解除する側もそうですそうです。安心です。やりやすい。評判いいんじゃないですか。そうでむちゃくちゃいいです。やっぱりいつ出るのって皆さんおっしゃいますんで、早く出せるように頑張っていきます。なるほど。続いては近い将来の実用化を目指し開発中のプロジェクト。まずは最先端の技術を使ったこんなサービスから。これはどういうものですか。2つ機能がありまして、で1つが本人様向けにこの真ん中のナビ画面に出てきて、運転の、診断をフィードバックしてくれるっていう診断、利用者の運転をナビの画面でキャラクターが評価してくれる運転見守り。正しい運転の時には笑顔で反応してくれますが、一時停止の見逃しや急ブレーキなどリスクの高い運転の時にはキャラクターが不安になってしまいます。さらにこうした診断が家族にもリポートとして送付されます。福祉機器店にこれを入れるっていうのはどういう意味があるんですか。いろいろお話聞く中で高齢者の免許返納だったりみたいなところはニーズとしてよく出てきたなっていうふうにはいろいろ感じているので、そういうところに届けていけるっていうふうには考えています。少しでも安心ができたら安全運転につながるってことですね。そうですね。安全運転につながってドライバーさんの行動変容につながって交通事故を減らしていきたいなという。続いてのブースにはおなじみの顔が
あらら、今日は今日はこのキネティックシートのまさにはいデモンストレーションキネティックシートのところに来たんです。ありがとうございます。トヨタイムズニュースの取材でたびたびお世話になっている中垣さん。新しい製品の開発に当事者の立場から助言してくれているんです。キネティックシートは運転中の体幹維持を助けるシート。背もたれと座面が独立して動き、遠心力で崩れそうになる姿勢を逆方向の力で支えます。実際僕もサーキットで乗ってたんですけど、乗ってみたんですけどやっぱり全然違いますね。かえって一般の体幹のある人はあまりこう実感がない感じがあるんですけど、僕たちは本当に自分でコントロールができないんで、G で曲がってしまうところをキネティックシートはちゃんと支えてくれるんですね。だから健常者の方も長距離を運転した時に絶対楽だと思います。やっぱりでもこういう中垣さんみたいな方がいるとありがたいですね。そうですね、我々だとやっぱり感覚わからないので、ご意見いただけるとすごく勇気ももらえますし、すごくありがたいですね。そして今回とりわけ注目を集めていたのが、なんかすごい人が集まってますよ。ぬくまるすごい、はい、皆さん人気あるじゃないですか。ご好評いただいておりまして、はい、ぬくまるとは、はい、新しい入浴モビリティと称しておりまして、簡単に手軽にどこでもお風呂に入れてしまいますよといったモビリティでございます。お風呂、はい、失礼します。はい、早速体験してみると、熱っ。ちょっと待って、お風呂ではない。このぬくまる、ただのお風呂ではないんです。実はこれはミストサウナ。目に見えない細かいミストが室内に充満しているんです。ではお風呂入ってきます。うわ、すごいむわーっとくる。40度ぐらい。目には見えないですし、この画面も曇らないんですけど、かなりの蒸気がありまして、湿度も相当高いと思いますね。で、今座って数秒ですけども、じわーっと汗が出てきてます。気持ちいい。気持ちよかった。牛乳ある、牛乳。めっちゃめちゃすっきりしますね。よく気持ちいいんですかと言われるんですけれども、富川さんの今の顔すごく気持ちいいです。はい、伺いますのでよかったな。間違いなく気持ちいいです。およそ15分間入浴し、体を拭くだけで毛穴まできれいになるそうです。使う水も1人当たりわずか 330ml。 そんなぬくまるの利用シーンは、まさしくですね、新しい介護サービスみたいなものをですねイメージしておりまして、やはり入浴というものは困りごとがつきものでして、危険を伴ってしまう、また重労働みたいなところもございますので、そういったものが車を使ってもっと簡単に実現したいなというところからぬくまるが誕生しました。さらに去年発生した能登半島地震でも被災直後の現地を訪れ、住み込みでサービスを提供しました。プライベート空間っていうのが避難所とかってやっぱりないんですよね。こう一人になれる空間っていうのがすごく大切だったんですよね。なのでこう一人でほっと温まれるところっていうところでもすごく喜んでいただけました。正直会社に入って初めて面と向かって泣いてありがとうって言われたのは、あの時が初めてですね。やはり街のインフラとしてぬくまるくんがいろんなところで広まってくれたら嬉しいなと思っておりますので、介護もそうですしレジャーもそうですし、またあってはならないですけども災害が起きてしまった時、誰かの心の支えになるような車として皆様にお届けしたいなと思っております。そして特に車椅子ユーザーから熱い視線を集めていたのが、何ですかあれ。ロボットみたいな車椅子がありますよ。お久しぶりです。お久しぶりです。何ですかこれ。これ車椅子のランクルです。めっちゃかっこいい。やっぱりランクルなんだ。トヨタを代表するオフロード車ランドクルーザー、通称ランクル。その
車椅子版を作ろうと開発されたのが車椅子型のモビリティ JUU の最新版プロト。 JUU は階段の上り下りや凸凹道の走行も可能で、去年もブースには多くの人が集まっていました。こういう凹凸部分もゆっくりと越えていきます。それが今回はオフロードに対応したアウトドア用のモビリティに進化していたんです。太いタイヤ、かっこいい。へえ、形自体かっこいいですね。ありがとうございます。デザインだけでなく機能も進化しています。ひときわ目を引く丸い筒にバッテリーを内蔵、防水仕様になりました。タイヤや座席にも滑り止めがついていて川にだって入れます。そしてもちろんアクロ走行もお手の物。僕なんか健常者も障害者も関係なく一緒にこういうの乗って山の中ガーッと走ったら楽しいんだろうなっていうのを思い描きながら、一緒にアウトドアで楽しめる。かっこいいものがないんですよねって皆さんおっしゃって。確かにね。僕らやっぱかっこいいのが欲しいんですって。でこういうのがあるとかっこよくて嬉しいですっていうのは言っていただけるんじゃないかな。やっぱり車作ってる以上、かっこよくないと負けたくないですね。その思いは当事者の方にもしっかりと届いているようです。率直な感想を聞かせてください。これ見てどう思いました？かっこいいですね。普通にかっこいいですね。いかつさがあって、なんか車の延長線みたいな感じでいいですね。なかなか車椅子だと行ける範囲ってやっぱ限られてしまうので、特に自然のところってなかなか行きにくいところでもあるので、こういったもので行けるとなるとやっぱ行ってみたいなと思いますね。続いてはケアバギー。はい、これ医療的ケア児向けのこのバギーの開発と、あとこういう乗せ方ができるように車両を仕立てるという開発を行っております。医療的ケア児とは、痰の吸引や経管栄養など医療的なケアを常に必要とする子どもたちのこと。その数は年々増加傾向にあります。その医療的ケア児の移動を支援するために開発されているのがこのケアバギーです。通常医療的ケア児のバギーは車の後部座席に乗せます。これでは運転席から子どもの顔が見えず、急な異変に気づくことができません。さらに痰の吸引などのケアのたびに運転席から移動する必要があります。それがこのケアバギーだと、子どもの顔が運転席のすぐ横に。こうやってこうするとです座ね、ったらもうここに顔がすぐ横にあるから、お子さんの大丈夫って様子を言ってこうすぐできる。そうですね。安心ですね、やっぱりこう近くにいるだけで。そうですね。そういうお声いっぱいいただいてます。開発チームはこれまで当事者の家族にヒアリングを重ねてきました。そしてこの日も。こんにちは。開けた方がいい。お願いします。こんにちは。笑っとるね、ゆうくん。これまで何度もご協力いただいている桶谷さん一家。こちらのタイヤをあそこの黄色いラインの内側のところにちょうど乗るように入っていただくとちゃんとはまるので、初めてゆうきくんをバギーに乗せて使い心地を確かめてもらいます。はい、これではまったのでいいです。一発？一発です。そのくらいですかね。はい。この状態で、はい。そういうことです。はい、顔が見えるとか。見やすいよね。こそうね。二人時はそう。特に夜だとこの辺だと見えないですからね、顔が。そう。で、モニターの音だけで判断するので、どうしてもね。特に夜はね怖いよね。これ辺で。そして気になるのが運転席からケアがしやすいかどうか。見やすいかもしれないです。探究員しようとするとどういうような姿勢になるんですか？探究員やったらもう本当にここが後ろまで来て、これ取って吸引
なのでこの位置なら、その車を降りて後ろからいつもやってたので、このまま降りずにできるかなって、ね、いいね。なんか落ち着いて乗り心地良さそうな顔をしてくれてるような本当に近いので子供の顔が見えるから、とても安心感がやっぱあるのでいいと思います。面白かったね。ちょっと緊張しましたチームを立ち上げたのが鈴木さん。ある特別な思いがありました。私の親族にですね、障害を持った人がいまして、で一緒にやっぱ行動しているとどうしても移動に制限がかかってしまうというところを何とかしたいというのが始まりです。鈴木さんが何とかしたいと考えた障害のある方の移動。中でもチームで取り組むべきより根深く再現性のある課題とは。何ヶ月も検討を重ね見つけたのが、保護者が送迎せざるを得ない医療的ケア児の通学でした。運転してる最中にケアが必要となると、もう手遅れになったりだとか、子供が苦しい思いをするっていうような状態のままで運転せざるを得ない。で焦るので事故の可能性が起きるっていうことで、家族ともにちょっと危険な状態で移動せざるを得ないっていう状況が全国であるっていうのがあります。今度生徒会に立候補するんやもんね。視線入力やスイッチを叩くことで意思を伝えられるゆうきくんも学校が大好きですが、橋があるので渋滞があって朝で、そこでアラームが鳴ると怖いなっていうのがとってもあって、こうした不安を解決しようと始まったバギーの開発。医療的ケア児を主な対象とするためさまざまな機能が求められる中、当事者の目線に立ち特にこだわった部分があります。そもそもたくさんの荷物があるものを頑張ってそのバギーに、今あるバギーに乗せてるっていうシーンを見せていただいた時に、結果的に荷物を入れたいところにフレームがたくさんあって出し入れがしづらいっていうのが、どうしてもデザイナーとしてもものづくりすると人としても気になっていて、そこで大きな間口でたくさんの荷物を載せることができるシンプルなフレームを設計しました。いろんな方向から入れたいものを好きなところからガバッと入れられるっていうのが大事かなと思って考えてきています。同じく当事者からのヒアリングで生まれたのがこんなアイディアで、このように後ろから前に進むだけで前側が固定されるという仕組みになっております。この新開発の固定システム、車のトランクやドアなどに使われているロックの仕組みを流用しているんです。通常ではバギーにロックをかける際には前輪を固定するため、前側のドアから回り込んだりする必要があります。でもこれなら前に進むだけで前輪を簡単にロックでき、固定する時間がおよそ半分に。後ろ行って前に行ってっていう作業があったんで、それがない分やっぱり非常に良かったかなと思いますね。後ろに当事者に寄り添い開発を進めるチームで、もう一人特別な思いを抱くメンバーが後藤さんです。お父様と2人っていうケースもありますか？息子の春人くんが医療的ケア児。家族全力でやっても難しいくらいの生活をずっと送ってきて、もう移動どころじゃない生活をちょっとしてきていて、でいざ外に出ようと思っても本当にものすごい準備と、例えば雨だったらやめようとか、本当にそういうことも全部あって、なのでその移動の大変さみたいなことをすごく痛感していて、でも本当に遠出じゃなくてよくて、近くの公園とかでもいいので、少しでも行けるだけでも本当にこう人生に彩りができるくらいの、家族からするとそんな感じで。そんな春人くんとの日々の中で、後藤さんはトヨタのある理念の意味を深く考えたといいます。モビリティ・フォー・オールっていうスローガンがあると思うんですけど、なんかあれを見た時に、なんかモビリティ・フォー・オールのオールって本当にオールだよなと思って、
でじゃあ僕らもそのオールに入っていいんだよなと思って、じゃあそのオールになるために何とかしたいなって思ってた時に鈴木のプロジェクトがあって、こうして始まったプロジェクト。100組近くの当事者家族と直接会ってヒアリングを重ねてきました。桶谷さん一家はその取り組みに勇気づけられているといいます。生きるか死ぬかみたいなことから家に帰ってきて、で一番最初にじゃあどうしたいなと思った時に外にやっぱり出たいって思う、そこにバギーがあったり車があるっていうのは本当に第一歩になるとこかなっていうふうに本当に思ってるので、それを実際にこうしたいこうしたいって思っててもそれをこうやって拾ってくれる人がなかなかいないので、それを拾ってくださったというか、そういう思いを持ってくださってるトヨタの方がいらっしゃるということが本当に嬉しくて、当事者と家族の思いを受け止め形にしたい。鈴木さんたちはその決意をチームの名前に込めました。その名前はテラスラボ。テラスっていうのが、テルアスっていう言葉と、あと照らすっていう、そういった目の見えないあまり行き届かないところを照らしてあげるっていう意味も含んでいるんですけども、そういったつぶつぶのところをちゃんと照らしてあげることで周りも気づいてもらって、で自分たちが何かできるかもしれないっていう輪が広がるっていうことも、私たちの狙いではあるので、そういったことの、呼び水ではないですけれども、これが一つの、象徴みたいなものになっていけたら、ありがたいなというふうに思ってます。医療的ケア児のための取り組みは他にも。災害が発生した時に避難所として利用される学校にやってきました。今日こちらで防災訓練が行われるということなんですが、こちらが入り口で、ここから入っていきますといきなりですね、2台のプリウスが止まっているんですね。ということは避難所でプリウスが活躍できるっていうことなんですかね。どう使われるんでしょうか。防災訓練にプリウス？この学校のある世田谷区の担当者に話を聞いてみると、こちら都立の光明学園は、災害時の福祉避難所に指定されております。福祉避難所。はい。この学校は障害のある子どもたちが通う特別支援学校。車椅子などでも過ごしやすい環境を生かして、災害時には障害者やお年寄りのための福祉避難所として利用されるんです。ただそこには課題も。もしかしたら停電するかもしれないっていうようなこともございますので、そういった場合のちょっと対応をどうしていくかっていうのは課題だというふうに考えております。そっか、我々が考える停電とはまた意味が違うわけですね。そうですね。ここに通ってるお子さんですと人工呼吸器を使ってるお子さんとかいらっしゃいますので、そうした方らの電源の供給が止まってしまうとちょっと命の危険に結びついてしまうような可能性もあります。医療的ケア児たちにとって停電は命に関わる深刻な問題。それを解決するための初めての試みが先ほどのプリウスを使って行われようとしていたんです。スタート2回で AC100。 簡単な操作をするとエンジンが止まったままでも給電が可能な非常時給電モードに。車内のコンセントに電源プラグを挿すだけで医療用バッテリーや医療機器へも簡単に給電することができるようになります。これを医療的ケア児の保護者の方々に体験してもらいます。これだけで通電すると思うんですけど、それって何かしますか？ここが光りましたね。やってます。点滅で大丈夫。はい、普通に使えるってことですよね。この取り組みを進めているのが高澤さんです。医療機器につなぐ、医療機器で今回はバッテリーでしたけれども、バッテリーにつなぐというようなことはあまりやってない。今回が多分おそらく初めてではないかなと思って。トヨタではこれまでも災害時などに避難所で電動車による給電を進めてきました。しかし
医療用バッテリーなどの医療機器への給電の取り組みは今回がトヨタで初めてなんです。電動車からの医療機器への給電が認められたのは2022年のこと。それがまだまだ知られていないと高澤さんは言います。体験した保護者の方も、こうやって車から給電してみるっていうのは初めてですか？初めてです。やってみてどうでした？いや、家のコンセントと同じで簡単っていうか、挿すだけなんだなっていう新しい情報としてすごく参考になりました。すみません、こんにちは。先日はありがとうございました。よろしくお願いします。お邪魔いたします。どうぞ。防災訓練で出会った中村さんの自宅を訪ねました。マッサージですか？ちょっとマッサージを。こんにちは。起きた。こんにちはって。気持ちよくて起きた。長男の隼人くん、18トリソミーという染色体の病気により生まれつき心臓に障害があります。隼人生まれた時18トリソミーで、もうずっと危ない危ない言われてたんで、もう毎月記念日みたいにお祝いして。家族の応援に応えるように成長を重ねてきた隼人くん。日々の暮らしには欠かせないものがあります。こういう機械は、常につけてるような。そうですね、家にいる時は常に呼吸器つけてます。隼人くんは十分な酸素を体に取り組むことが困難です。呼吸器をはじめ酸素濃縮器や酸素飽和度を測定するモニター、痰の吸引器といった電気で動く機械が欠かせません。こう見ると本当に電気使うものがいっぱいあるんですね。そうですね。電源を常にシールを7個ぐらい取れるように。これだけ電気が命のために必要だという状況ですから、もう停電なんて起きたらもう本当に困っちゃうので、やっぱり止まっちゃったら不安、それはもう大きいですね。だからこの前のような車から電源が長い時間供給できるっていうシステムには興味を持たれてる。そうですね。やっぱり車から実際コンセント挿すだけで手軽に長時間取れるっていうのは本当魅力的でした。今回の防災訓練でプリウスを運んできたのは地元の販売店トヨタモビリティ東京若林淡島通り店の皆さん。やっぱり同じこの世田谷区で仕事させていただいておりますので、何かの時協力できることに関してはできることはいろいろやってあげたいと。医療機器で電気が必要だっていうのも知らない部分もありましたので、お役に立てることもあるんだなというのは実感できました。トヨタとしてこういう活動に協力していくっていうのはどんな意味があるんですか？そうですね、電動車というような技術、培った技術で、こういった医療的ケア児のような災害時に災害弱者になってしまうような方のための貢献活動になるかなというところで、避難所とかですね、そういったところに電動車が来て、そういったところで給電していただくというようなこともチャンスとしてあり得るのかなと思います。今ね、南海トラフの不安なども大きくなってますし、全国にやっぱりもっと知っていただくっていう活動はこれからも続けていかれます？そうですね、できればと思ってます。まずは、今回課題であるとか実効性っていうのをちょっと洗い出してですね、でそれが今後全国に広がればいいなというふうには思ってます。やったー、よろしくお願いします。誰もが安心できるより良い社会へ、トヨタと仲間たちの取り組みは続きます。最初笑っとったのにね。